を安全に制汗溶接職人カジチャンネルのカジです。今回はガス切断のコツ解と題しましてお送りします。解って思いましたよね。そうです。私がこのチャンネルを初めて6本目にリリースしたガス切断のコツの紹介という動画があるのですが、ありがたいことに動画は今でも一定数の方に視聴されています。ただこの動画を作った時期は動画の作り方を試行錯誤している時期で、内容の修正点や動画としてもいろいろな改善点があり、そのことは視聴者さんからも指摘があったりとかして、いつか作り直したいななんて思っていたのですが、このタイミングで作り直そうと思います。ガス切断を行うためにはガス溶接技能講習という講習を受講終了してからとなるのですが、その講習では主に安全面について学びますので、具体的なガス切断のコツまではなかなか学ぶことができません。そのあたりを皆さんに分かりやすく解説できればと思います。前回の動画よりブラッシュアップし、数回に分けて動画を作ろうと思います。今回はその第1回目、道具など基本的なところを解説しますので、参考にしていただければと思います。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価やハイプなど皆さんからの反応と応援が私のモチベーションです。質問、感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速行ってみよう。ガス切断に使うガスは可燃性が高く危険なガスです。ガス切断作業を行うには労働安全衛生法に基づきガス溶接技能講習の修了が義務付けられています。この講習は学科と実技からなり、修了することでガス溶接、ガス溶断、ガス加熱などの作業を行うことができます。ネットなどで調べれば近くで受講できるところが見つかると思いますので、ガス溶断をする場合はガス溶接技能講習を受講終了して危険なガスの扱い方や安全についてしっかり学んでいただいてからこの動画を視聴してきれいに切断するためのコツを身につけてください。今回の動画はガス溶接技能講習を合格していることを前提にし、安全面など皆さんはすでに身についているとして話を進めていきます。ガス切断機にはアセチレン用とプロパン用があり、珍しいところでは水素ガス切断なんてのもあるそうです。私はアセチレン用の中型と A 型の切断機をよく使うので、今回は一般的にもよく使われているアセチレン用の中型の切断機を使ってガス切断のコツなどを解説します。余談ですが、プロパンだと安価ですが熱効率が低いため、熱い鋼材の切断には向いていないようです。また水素ガス切断は CO2 の排出量がとても少なく環境に良いというメリットがあるようです。ガスの種類によって切断機の構造は違うので、ガスの種類に合った切断機を使うように注意してください。話を戻します。今回は中型切断機で解説していきますが、 A 型切断機は中型切断機が一回り大きくなった感じだと思ってください。中型が30ミリくらいまで切断できるのに対して A 型は100ミリくらいまで切断能力があります。 A 型もコツは中型と同じなので A 型切断機を使う際もこの動画を参考にしてくださいね。ちなみに歪みを直す場合など局部的に強い火力が必要な場合などは A 型の切断機を使うことが私は多いです。中型も A 型も切断機の樋口にはナンバーワン、ナンバー2、ナンバー3と3種類あり、表のように切断能力を選ぶことができ、
樋口を付け替えることで切断能力を変えることができます。箱の裏に樋口番号や切断板圧が書いてありますので確認してみてください。樋口を付け替えるといっても面倒だったりするので、私は普段中型切断機にナンバーワンを固定で使っていて、厚い板を切断するときは A 型切断機にナンバー2の樋口を固定で付けて使用しています。中型切断機のナンバーワンの樋口は 5mm までと表にありますが、9mm の板でも問題なく切断することができます。少し無理はしますが、16mm の板も切断することができます。私の経験では30mm 以上の厚い板を切ることはなかったので、この中型切断機にナンバーワンの樋口と A 型切断機にナンバー2の樋口2本あれば問題はありませんでした。皆さんはそれぞれの仕事に合った樋口を使うようにしましょう。また中型切断機のナンバーワンの樋口では切断能力が1から 5mm となっていますが、 3.2mm より薄い板だとガス切断機できれいに切ることが難しくなります。プラズマ切断機や切断砥石で切断する方が入熱も少なくきれいに切れると思います。そのあたりはナンバー10の動画 SS 薄板の切断に使えるテク紹介の動画で解説しています。概要欄にリンクを貼っていますので、興味のある方は視聴してみてください。着火にはライターが必要ですが、いろいろな種類があります。主にピストル型やスパーク型がありますが、皆さんのお気に入りはどんな着火ですか？個人的にはスパーク型が壊れにくく長く使えるのでお気に入りです。私は掃除針もセットにしています。金属の切断には技術が必要なのは当然ですが、切断機がきちんと整備されていないといくら技術があったとしてもきれいに切断することはできません。着火する前に樋口を掃除針で掃除するようにしましょう。着火して火に異常があるときはまあいいでしょうとそのまま切断してもうまく切れるわけがないので、火の異常を解消してから切断作業を行いましょう。着火するときですが、ここでは私の着火の仕方を解説します。技能講習ではアセチレンだけ出した状態で着火すると教わりますが、アセチレンのみに着火すると黒いすすが出て樋口が汚れることがあります。なので私はほんの少し混合ガスバルブを開けて着火しています。こうすることですすを軽減することができます。ガス切断機では鉄などを切断することができますが、高圧ガスの力で切断しているわけではありません。金属を局部的に酸化させて切断しています。なので酸化しにくいステンレスやアルミなどはガス切断機では切断することはできません。酸化した鉄、酸化鉄は鉄よりも融点が低く局部的に吹き飛ばすことができるので、きれいに切断することができるというわけです。特に覚えておいてほしいことは、高圧ガスがいっぱい出ている方がよく切れるということではありません。高圧ガスは少なくても多くても切断しにくくなります。後で解説しますが、一番切れる流量というものがあります。もちろん板圧などによって火力は変わってきますが、熱の力で切断しているのではないということ、
火力が強ければよく切れるわけではないということを理解しておいてください。また当たり前ですが、ガスの力で鉄などを切断するわけで、切断機を持っている手には力は必要ありません。肩の力を抜くことを心がけて作業をしましょう。はい、ガス切断のコツ回第1回はどうでしたか？第2回では実際に切断する時のコツ、第3回からは応用的な切断のコツの動画を作ろうと思っています。引き続き視聴してくださいね。はい、質問感想等ありましたらコメントください。チャンネル登録高評価ハイプの方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんご安全に。